のサブチャンネルは雑談しながらスケジュールデコと6月にやりたいことリストを考えていきます。で、私が以前アップしたおいちゃんが尿管結石になってしまった動画にたくさんのコメントありがとうございました。尿管結石を経験した方からもコメントをいただいて、コメントを読んでるだけでもなぜか私まで痛みがわかる気持ちになりました。尿管結石経験者です。最初の話だけですぐに分かりましたっていうコメントもあったんだけど、私の弟も兄貴が尿管結石になったんだっていう話をいろんな人にしたみたいなんだけど、経験者はものすごい背中の痛みっていうワードを聞いただけで、あ、尿管結石でしょって言われたって言ってました。あとは尿管結石に複数回なったっていうコメントもあって、本当に辛いだろうなって思います。お肉やビールの食べ過ぎでもなるって教えてくれて、おいちゃんはそんなに頻繁にお酒を飲むタイプじゃないんだけど、たまに飲むってなったらビールが結構多かったから、もうこれからはハイボールにしようかなって言ってました。あと野菜の摂りすぎもダメなんですね。野菜を食べるイコール健康になるって思ってたから、何でもほどほどがいいですね。他にはコーヒー、紅茶、スポーツドリンク、炭酸飲料は控えてください、アルコールも控えてくださいって教えてくださった方がいます。あとは本当にタイムリーで、私の旦那さんも尿管結石で救急車呼びましたって言ってる方もいました。今のところ人生で辛かった痛みの中に出産の次に尿管結石がランクインしてきましたっていう方もいるので、出産って尿管結石よりも辛いんだな。家族が尿管結石の再発者で、再発を感じた瞬間からブチギレてましたっていう方もいて、尿管結石って人の人格を変えるぐらい本当に痛いっていう記事も読んだので、日頃から食生活気をつけないとですね。あとはカフェインのないお茶、最近はお茶を飲むってなったらほとんど麦茶になりました。トウモロコシ茶とか黒豆茶もいいのかな。あとは救急車を呼ぶか呼ばないかっていうのも私とおいちゃんの中で葛藤があって、長時間ずっと苦しみ続けてたらさすがにすぐ呼ぼうってなってたと思うんだけど、尿管結石ってまず最初に分からなかったし、体の中で石が移動するからすっごい痛い時と今は大丈夫っていうタイミングがあったから、それで余計にこれって本当に救急車呼んでいいのかなってなっちゃったっていうのもありますね。コメントでも教えていただいたんだけど、救急車を呼ぶかわからない時や病院の何かに行ったらいいのかがわからない時は、まず#7119に電話して相談してみるといいですよっていうコメントがあって、もし次また別の症状とかが出てきて、こういう時はどうすればいいんだろうってわからない時はとりあえずここにかけてみるのもありだなって思いました。そんな感じの5月でしたね。私の中での5月の一番印象が強かった出来事が尿管結石だったから、今はおいちゃんが再発しないようにするのを心がけてます。6月は1日が月曜日ですね。日付から書きます。6月は高級日がないのか。もう5月の後半くらいから一気に気温が上がってきましたね。私はようやく最近エアコンデビューしました。今もエアコンつけてます。でも設定温度はそんなに低くない。27度ぐらいかな。6月の21日が父の日。書いとこう。この紙を切り取ってシールみたいに貼っていきます。まだまだ尿管結石の話を続けるんだけど、病院に行った日においちゃんは痛み止めの点滴注射をしてもらってたんだけど、それでもちょっと時間が経つとまた痛み出して、そしたらベテランっぽい看護師さんがちょっと待ってなって言って、また別の痛み止めの薬を持ってきてくれてたんだけど、それが座薬だったんですよ。座薬ってお尻から入れる薬ね。四角だった紙を斜めに切って、でさっき書いた6月っていう文字の上下に貼ったら可愛いかも。でその看護師さんに
お尻出してって言われて、おいちゃん子供みたいにお尻出して座薬を入れてもらってました。その座薬がめっちゃ効くみたいで、座薬を入れて15分くらい経ったらあんなに痛そうにしてたのに全然痛くないって言って喜んでました。だけど座薬もずっと効果があるわけじゃなくて、また数時間だったら効果が切れちゃうから、効果が切れるってことは自宅でも座薬を入れないといけないってことじゃないですか。おいちゃんを担当してたお医者さんと看護師さん2人に、私が座薬入れることになるけど大丈夫って言われて、こうやって入れるんだよっていうのをすごく丁寧に教えていただきました。帰ってから弟にもその話をしてたんですよ。そしたら弟が「あ、俺入れる」って言って「俺入れる」って言ってくれて、弟偉いなって思って、そういうのも嫌がらずに入れてくれるんだって。でその後また痛み出したから、家に使い捨ての手袋があるから、それを弟がはめておいちゃんのお尻に座薬を入れてました。その様子を見てたら私もできるかもって思って、その次また痛みが出てきた時は私が入れました。だからね、今回のこの尿管結石で本当にみんな人生の経験値が上がった気がします。紙を切り取って貼っていきます。今回のスケジュール帳デコはもう全部この紙を使おうかな。スケジュール帳デコができたので、次は6月にやりたいことリストを考えていきます。この紙かわいいからこれも使います。6月のスケジュール帳デコはこんな感じに仕上がりました。特にここがお気に入り。6月のやりたいことリストがこちらです。まずは旅行の日記を書く。台湾と北海道で書きました。台湾の Vlog はアップできたんだけど、北海道のがまだ編集してる途中なので、その編集も進めつつ日記も書いていきたいです。父の日ギフトを送る。まだ何を送ろうか決めてないけど、とりあえずネットで探してみます。衣類、靴の見直し。先週くらいに冬服を全部片付けて衣替えしたんですよ。で衣替えしたら、これはもう着ないかなっていう服とか靴が出てきたので、新しいものを買うためにも処分するか妹にお下がりであげようと思います。おうちカフェを楽しむって書きました。6月が梅雨の時期だから、多分家からそんなに出ないかなって思って、出るとしたら必要な外出の時とか、あとは晴れた日には外にお出かけに行ったりすると思うけど、雨の日は私基本的に家で過ごしたいタイプなので、その時に家でお菓子作りしたりしてカフェ気分を味わいたいです。縄跳びをするって書いたんだけど、最近ダイソーで縄跳びを買ったんですよ。縄跳びっていうのがこれなんだけど、縄跳びなんてやったの小学生ぶりじゃないかな。でこの中にシルバーの玉が入ってて、これが入ってると二重跳びがしやすくなるみたいなんですよ。これで運動しようと思います。本当はね、おいちゃんの尿管結石用に買ったんですよ。縄跳びをしたりジャンプすると石が出やすくなるみたいで、おいちゃんも使うかなと思って買ったんだけど、今のところ私と弟しか使ってないです。で次がアジサイを見る。このページにアジサイのシールを
何枚か貼ってるんだけど、ちょうど6月が時期なのでいいなって思いました。茨城に行くって書いたんだけど、本当は5月に行きたかったんだけど、なかなかタイミングが合わなくて、6月こそ行きたいなって思ってます。で、最後にゲームの時間を減らすって書きました。私今まで iPhone のゲームアプリでいくつかハマったゲームのアプリはあるんだけど、これだけが唯一ずっとやってるっていうアプリがあって、それがドロップ・ザ・ナンバーっていう名前のゲームなんだけど、上から数字が書かれた四角いボックスが落ちてくるんですよ。例えば2って書かれてる数字が落ちてきたら、2と2をくっつけると4になって、4と4で8、8と8で16みたいな感じで数字がどんどん大きくなっていって、いかに大きい数字を出せるかっていうのがこのゲームの面白いところです。このゲームにハマりすぎてやらないといけないことがたくさんあるのに、このゲームがやめられないっていう時がここ最近あって、でその期間はアプリを消して、本当に自分がやりたいことに集中できたんだけど、やるべきことが終わったからまたアプリを再ダウンロードして遊び始めたんですよ。そしたら今まで貯めてたコインが全部リセットされちゃってて、3000コインくらいあったんだけどゼロになってて、アプリ消したらコインまでリセットされるって知らなかったから、それでショックを受けて、今またアプリ消したいなって思ってるけど、でもコインがリセットされちゃうしなっていう私の中で葛藤が続いてます。昨日の夜もこのアプリをやってたんだけど、自己ベストを更新したんですよ。数字が大きければ大きいほどボックスの色がキラキラになるんだけど、初めて見るような色のキラキラのボックスになってて、でもおいちゃんにも見せて、それぐらい昨日の夜は興奮しながらこのゲームをやってました。でもな、このゲームやってる間にいろいろ家事ができるって考えたら消したい気持ちもあるけど、今のところまだ消せてないです。だから6月はゲームの時間を決めて、例えば30分だけやるとか、1日3回までにするとか、それを決めてゲームを楽しもうと思います。こんな感じで6月も楽しみながら、でもゲームのやりすぎには注意しつつ頑張っていこうと思います。本日もご視聴いただきありがとうございました。